ことで、今からやっていくお絵描きゲームで、皆さんイラストを描くときに一番絵柄が出るのってどこだと思いますか皆さん。毛先ですね。あそこなんだ。あと3番目の肋骨とか3番目の肋骨、結構こだわって描いてるんですか。はい。あと脾臓とかですかね。脾臓一つ一つ感心しちゃったわ。ちょっと目だと思うんですよね。はい。相手が描いた目の取れるのか。はい。まだ何言ってんのかわからんって顔されましたけども、横でこの顔文字の顔したなんかこの顔文字あるじゃん。本気でわかんないけど今からここに自分の目だけを描いてください。はい。パーツとして一番ポイントになる場所を自分が描くわけです。それを相手に渡したところで自分の個性は消えないのではないかという検証でございます。ああ、そういうことね。なので絵柄乗っ取り対決です。目を除いた他のパーツで果たして顔面を乗っ取れることができるのかという。画量転生とはよく言ったもので、目を描かなかったら完成しないと思う。そういうことですよ。お偉い人は言いました。言いますね。どの角度でもいいですよ。それはもう勝手に後ほどね、渡した人がそこに合う顔を描いていけばいいんですから。そうですね。さあ、ではまず自分の好きな目を描いてください。5分間用意スタート。ちゃんとこう自分の主張のある目にした方がいいと思いますよ。だから眉毛は入れますか。眉毛は入れぬでいきましょう。入れぬでいきましょう。眉毛も眉毛で結構壁出るところですからね。ゲンさんが絶対描かないトゥルトゥルのお目目を描こう。さやさんが絶対に描かないぐるぐるのお目目を描こう。どうする。アイライン引く。アイラインないってさ、うちらってさ目力少なくなる。うちらって何女子高生の会話みたいなことしてんの今の女子高生ってうちらって言うんですか。ごめんなさいね、平成の産物で平成の残党で俺たちなんですけど残党平成の残党ってやべえ言い方。残党ですよ、どうせ。今思うとさ、やっぱさ、昔って面白いよね。昔当たり前だったことを今の子たちが驚くっていう、そのなんかこう、サイクルをさ永遠とさ、いや本当よね、全ての国の人たちが繰り返してるってなんか不思議な気持ちする。最近の絵の流行りっていうのはさ、やっぱさ平成よりもっと前のさ、昭和レトロとかはやっぱ今でも流行るわけじゃん。ああ、そうだね。だからなんか昔の感覚っていうのはさ、平成は古く感じるけど昭和は古く感じないみたいな。そう、古く感じないというか、ちょっと遠すぎるのかもしれないね。そう、一周回ってね。ベーコン嘘でしょ待って、手が震えちゃったじゃん今。もう知らない。この絵を仕上げるのはさやさんだけど手が震えても知らない。何ベーコンって。言いたかった。びっくりしちゃった今。ゲンさんの子邪魔したかった。多分ね、総じて自分が邪魔されてる。確かに。それに気づいた。もうなんで言ったんだ。僕も聞きたいですよそれ。人のこと小馬鹿にする時の発音だったもん。うわー感の時の。あと今さっきね、盲点なことを言ってくださった方がいてね、そっちの向きに書いたら交換した時書けないのでは確かにって思って触れないようにしてたんだけど、今ね頭の中でふつふつと反芻してね、確かにこれ交換してどうやって書くんだろうと思って今ちょっと困ってる。でもさ、私の絵ってなんか目でさ個性って出てんのかな、わかんないな。私の絵とはって。みんな自問自答してる。大丈夫。まあでもな、ラッドイップスも言ってたしな。そう、すごいでかく出たね今。なんか僕たらしめるものは何だろうって言ってたし。確かに。人参でもいい。僕たらしめるものが何なのか教えてよって。そうそうそう、やっぱみんな悩んでることだから。だからみんなも悩んでて。巻き込む。一人にしないで。あ、賢い。ゲンさんとサヤさんの座る位置を変えたらどうですか。天才だバカか俺らは。天才だ天才現るそっか、なんで僕たちなんか縫い付けられてるのかな、椅子。そっかそっかそっか、そうだ。賢い。で、サヤさんにもホルマーキーどうだよ。ホルマーキーどうだよ。ちょっとあと2秒だけど大丈夫。おい、なんか入ってね。ペン入れしてないやついるけど。ホルマーキー取ったじゃん。ちょっとさやさんが全然終わってないので許してください。いや、ペン入れしてください。ペン入れた方がいいですか。ちょっとごめんなさい、ベーコンで不正が発生してますが、ベーコンのせいですこれ。ベーコンのせいですから。さあ、てなわけで目を描きましたと。この後これを交換して果たしてその人に乗っ取られずに描き切ることができるのかという検証でございます。はい、見て。何？かまぼこ。余計なことしないで。くっそいい目したかまぼこ。すごいこちらを真摯な目で見てくるかまぼこです。さあ、
はい。じゃあ交換しましょうか。はい。さようなら。さようなら。待って。キモい。どうしようどうしよう。ちょっと気持ち悪い気持ち悪い。さやさんが左にいるのが気持ち悪い本当に。ゲンさん気持ち悪い。それ悪口じゃただの。右がゲンさんですよ。左がさやさんです。なんかさやさんこっち側からあんま見慣れないんだよね。我々で常に。そう常にこっちなの。こっちが僕でこっちがさやっていうのが確定してて。なんかねゲンさんが絶対にこの立ち位置だけ嫌だって普段生活から言ってるから。そうそうそう。なんか前世多分左側から誰かに撃たれてるってぐらい人が左に立ってるのが苦手すぎて。だからいつもさやさんも絶対左来ないでって言って。いやそうそう。ゲンさんとさお手手つなぐ時で大体そう左手とゲンさんの右手をつなぐんだけど、だからわざと逆でつなぐ。逆で嫌がらせがある。って言われる。やりますか。じゃあやりますか。じゃあとりあえず20分にしときましょう。ピッとね。少し俯瞰だよねこれ。俯瞰な解釈は事実ですよ。別に5次元的な人間の可能性もあるね。オッケーじゃあもうゲルニカみたいな感じ。ゲルニカ。早く書きなさい。僕は20分経ったらもう問答無用でぶった切りますからね。ゲンさんを？俺を？さやさんのこれ確かに男か女かわからないいい状態ですね。でもゲンさんもじゃない？いやゲンさんはわかんない。どうなんだろうね。まあどっちっていうことも特に言いませんけど。俺乗っ取れるかも。なぜ乗っ取られる？いやでも目がダメだな。目がダメだなって悪口じゃないよ。目がちょっとどうしてもさやさんになっちゃうな。当たり前なんだけど。さやさんっぽくしてあげようか。ほらみんな大好きなやつ。あ、なんでよ。どうしてそういうことするのよ。それさやさんっぽいなんだ。なんで照れさすのお前。みんな好きでしょこういうの。私はね3食より好き。飯食わないでほしい。ほら見て、みんなに感謝されて生きてる。どうしたちょっとなんかすでに乗っ取られた感あるじゃん。このみんなの反応が物語ってるじゃん少し。テレ顔男子でしょ。そういうことやっぱ。そうよだって重要文化財だもんだって。重要文化財。やっぱなんかこう普段照れなそうなさ子がさ照れるっていうのがさギャップよギャップ。ギャップね。そうそう。ギャップとか言うんじゃねえ。なんだよ。本当のギャップを見せてからそういうこと言うんだな。エイリアンなのにパフェ食べるの可愛いみたいな。可愛いギャップある。はい。てなわけで相手の目を乗っ取ることができるのか、せーのドン。どうかい？でもさゲンさんのさこの子でさ、この目はこんなにさ真摯に見つめてくることないよね。でもなんかそれ消えたな。あゲンさん消えた？後で見たら忘れてるかも。これそういえば目だけ俺だったみたいなことにならないってことね。全然忘れてそうな気するな。だって書かないもん、このハイライト。綺麗なこんなハイライト。こんなにまっすぐ見てこないもんね。この子は主人公にちゃんと協力してくれそうだね。そうそうそう。なんかいつも僕の描いてるような子だと絶対主人公に協力してくれない。意思疎通できなそうなんだよな。そもそも意思疎通できないとこから始まるタイプなんだけど。そうそう。いやでもゲンさんの描く釣り目が結構いい味を出したんじゃないですか。でこれ男の子だもんねしかもね。男ですこれ。僕女の子のつもりで描いてたもん目は。だから多分こんなまつげバシバシなんだろうなと思ったのを全部髪の毛で隠してやったんですよ。なんならまつげとかバシバシこの女の子っぽい顔立ちしてることをさ指摘されると切れるタイプだわ。そうです。ありがとう。それもらいます。ありがとうございます。先生。分かってんだよ俺。でも俺この目で男の子描くけどね。描きますね。さん男の子描くの？男の子描くね。でも男の子はこの目になるけど私ねちゃんと男の子描こうとするとねこれぐらい目ちっちゃくしちゃうから。そうそうそう。確かに。意外と少年漫画っぽいね。そうで三白眼好きなのでね描いてしまいますね。エドワード・エルリックみたいな目ですね。はい。いやこれは面白い。これは面白いね。ちょっと意外と僕が負けてるかもしれない。嘘に乗っ取った？いやでもこれちょっと長いです。今日だったかな。ごめんねゲイさん。濡らしちゃったし照れさせちゃったし。ごめん。もう1スパイス2スパイスぐらいかけちゃったから。僕あれスパイスどころかビンゴと言ったんだけどね。隠し味じゃなくて言ったんだけどね。ってな感じで目さえ描けば A の取れる説半分成功半分失敗うまく馴染んだということで着地させてください。いやそうです。なんか新たなものが生まれたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。さあこちらのコーナー以上でございます。イエーイ。お次の企画でございますがこちらです。ドン。3センチずつ交互に描いて合作対決。分かりづらい分かりづらい。普通は合作って言ってもさ、1キャラ1キャラって書いて合作したりとかさ、そうね。あと前ワコムさんの案件でやったのはパーツごとに書いていって合作ってやったんだけど3センチずつです。3センチ3センチってどれくらい？ちょっと一回測るか。ちょっと定規持ってこようか。ちょっと待ってね。皆さんと小粋なトークかましててさやさん。オッケー。皆さんも心の定規を取り出してみて
てください。きっと己の夢の大きさが分かることでしょう。ちょっとなんか放置していくの不安になってきた。どこから測る？35から38。なんでそんな分かりづらいとこだかんの？待って、ゲンさんのこの3センチは本当に3センチだったのか。2センチだった。もうちょっといける。3センチこのぐらいだった。1回で線引ける量はこれぐらいしかないっていうね、お絵描き対決をやろうというわけですよ。やば。お互いでも何を描くかは言わないわけです、お互い一回何を描くかわからない状態で3センチずつ交互に今から描いていって、果たしてどうにかなるのでしょうかと。だからさやさん描くのもさ、だってさ、さやさんがこれを描き始めてさ、このぐらいなわけじゃん、要は。そうだよ。ここじゃん、3センチ多分。だからちゃんとコンボ決めないと、でもこれはさやさんが描こうとしてるさやさんを測ることはできないわけ。これはね、非常に難しい合作ですよ。だからめっちゃむずいよ。ある意味夫婦で描きたいものをこうテレパスしていくっていう、テレパシーお絵描き対決と言っても過言ではない。これは今日ちょっとテレパス調子悪いんだよね。使える日あるんだ。ちょっと調子悪い。こうやってピッて伸ばすところさ、この色折れちゃったから。すげえアナログだった。あれ伸ばさないとそもそも電波受信できない。そんなガラパゴスな携帯の話をしている場合じゃありませんよ。やっていきますか。はい、見てください。それでは早速やっていきたいと思います。じゃなくてキレートレモンを紹介しないで。思いはレモンで、何に書くかというと、はいこちら、こちらの、こちら皆さんには何に見えているんですかね。木綿豆腐ですか、それともレアチーズケーキですか。確かに木綿豆腐には見えなくもない。キャンバスです、普通に。変哲もない。何の変哲もないただのキャンバスなので、もう非常にシンプル。30分で一体3センチずつ描いてどんな絵が生まれるのか。用意スタート。どっちからやる？どっちからやる？第1投やってくれるんですか？やってあげましょう。じゃあ行きましょう。ドキドキするね。これ1センチぐらいでしょ？これ1センチ。なんでそんなとこから描くの？信じられない。それ全然5、6センチ、これ7センチくらいいったんじゃない？3センチぐらい。3センチこんなもんだったよね、さっきね。ほら見てみて、さっきほら審議。いやほぼ3よ。ほらほぼ3。これごめんなさい、大体3センチって許してね。じゃあいくよ。もうこれだけだよ、さやさん。さやさんこんなもん。でもさ、意思疎通できてない今んところ。そう。今んところこれは輪郭だなと思ったから。これわかんないよ。まだできてる気がするな。はい。これ個人プレイしていい？やだ、やめてよ。1センチ、2センチ、3センチ。何それ、意味わからない。だから3センチやったらどこ書いてもいいわけよ。こっちも伸ばすから。はい。これなんだろうね、みんなね。はのーって読めるよね。はのー。これあれ。いいってこと。いのへのもへじみたいな。いのいの。これさやさんの意思を組もうと思ったけど組まないよこいつは。僕はこの輪郭を見た時に組みたくなかったので、ちょっとその横の葉のが何か分からねえんだよ俺は。さあでもどっち1センチ、でもどっちが勝つんですかね。2センチ3センチ。さあこれはバトルが始まりました。これバトルだよ。これバトルが始まった言ってしまうけど私これ目だと思ってたんですよ。目だと思ってこのラインを描いたんです。もう目の位置こんなんやん。もうダメやん。人がいいから。人がいい。人いいね。やだ。でもね、さやさんここで反旗を翻す。何？塗ってやったぜ。うわ。お前のぐるぐるお目目をな。これ何のゲーム？目がね今できたね。お目目ができましたね。お目目ができたね。これどうすんの？俺に聞くなよ。どこ行っちゃったのこれ。それ書いた人がおる。全然わかんなくなってきたね。これ何になるかね。何これ。許せねえ。葉のがこんなもんかな。 M になっちゃった。また生まれちゃった。でもこの子はねオッドアイちゃんで。オッドアイちゃんになるかも。確かにちょっとオッドアっぽくなったでしょ。僕なったけどちょっとなんかハイライトの大きさがちょっと違うのが気持ち悪いな。どうしようこれ。でもどうやって直していいか分かんないな。大丈夫。何が大丈夫なんだ。大丈夫。セさんの鼻かいちゃおう。鼻やられた。鼻かいちゃった。全然待て。まず3センチなくないこれ逆に。ほらこれで3センチぐらいになった。セさん今からコツコツここの眉毛育てていくから。俺も眉毛育てるから。俺の方針で育てるから。なんか急に2人でさなんか共同で眉毛育て始める。急に眉毛増毛し始める。2人でコツコツ。何の時間なんだよ。ちょっと眉毛こっちの方が太いよ。育ててあげてよ。なんかちょっと違う。反って眉毛ちょっと反ってちょっと反ってちょっと事故ってる。こっちの方がちょっとそっち増やしちゃうの。最終両津みたいな。ちょっとこっち下まで行ってんだからほら。増やすぎすぎちゃった。なんで眉毛放置すんだよ。やめろ。全然3センチじゃない。5センチぐらい。描きすぎでしょこれ。どこがいたん？眉毛だよ。アハ体験みたいな。ほんとアハ体験だ。
全然合ってない息あとが。輪郭も気持ち悪いなんかなんか全然どうにかならん。ほっぺ潰していい？大丈夫、顎の位置変えればいいけど。でも一回書いたせば消えないんだよ。もうまたあと19分しかねえぞ。どうなるんだこいつ。あ、もうなんか絶妙に唇書ききれなかった。あれなんかさ、ちょっと美人じゃわかんない。なんかない全然わかんない。男が女かわからない。男が女かまだ輪郭が削れた。あ、削りすぎた。削りすぎた。削りすぎた。どうにかして。何したの？何したの今そこ。ちょっと顎の位置を変えた。ああ、そういうことね。そうそう。俺今ちょっとやりたいことあるから。やばい、待って、なんかこいつ頭巾かなんかかぶせようとしてるな。行くぜ。やばい、メカにされる。まずい。わかんないわかんない。まだメカじゃないかもしれん。嘘だろお前。お前の死体よりはさせない。あ、笑顔ちゃんが。可愛いから。可愛い。あ、採用された。採用された。やった。もうこれこのままいくとメカショタになってちゃんと合体しそうなんだけど。わかんないよまだこれはあと15分あるからね。まずい。はい。どこやった？どうしたらいいんだろう。さあどうする？あと8分9分切った。何これ何これ何これ何なのこれは。お互いなんか何冒険し始めてる。本体です。ほら見てちゃんと確かにこの少年との継ぎ目があるの。継ぎ目、あ、そうでしょ。髪の毛で継ぎ目できちゃってんだ。うさがないは何にでも合体できるから。恐ろしいな。これうさがないだからね。うさがないな。何これ何これ。あー、なんか多数こいつ。こっち来た。男がこっち来た。さああと5分切った5分切った。嘘思った。あ、そっか。でさ、弱気の手をなくしたでしょ。なくした俺。弱気の手がそこについてると思ってなかった。なんか知らんけど。こっちにつけといてあげよう。ポーズ取ってご案内してる。ご案内弱気。ご案内してるな。大丈夫？そんなところ書いちゃって。大丈夫？すごい勇気じゃない？冒険心でいっぱい。すごいよね、こんな浮いてて。あと2分。あ、きついなこれ。これきついな。ちょっとこの首周りのメカどうにかして散らかしっぱなしだよけさ。散らかしもうごめん、片付ける時間ない。片付けて先生さやじを片付けてるから。早くビビちゃん。やだ。ナビベ。あ、待って、あと5秒。まずい。ね、ナビベが完成しない。早くビビちゃん。てなわけで、はい、30分で約3センチずつ交互に書いたらどうなるの？せーの。でも見て、プリいないの。ナビメアイデンティティそがれてる。でもさ、やっぱ合作してるからさ、メカショタですよこれは。確かにメカショタになりかけている。そうです。皆さん最初さ、いやショタになるのかメカになるのかってどっちなんだいって今なってたわけですよ。なんと合体いたしました。確かにちょっと合体いたしました。でもなんかやりたいことはふんわりとは伝わる感じですね。若干こうバランスはおかしいですけど、やっぱり3センチずつ書いてるって。目の中塗るとさ、ちょっとさやさん感出ちゃうじゃん。出ちゃうね。だけどさ、なんか口元とさ周りのさ空気感がゲンさんだからさ、これもなかなかいい合作になったんじゃないですか。やっぱ1時間あったら完成できたかもしれない。だけど完成させないところが夏目さんちの良さって。おばあちゃんも言ってた。おばあちゃんそんなこと言ってたんだ。適正時間が1時間だったというのが今証明されましたね。はい、検証結果1時間ぐらいやりましょう。そう近い。まあてなことで、はい。いやでも楽しかったなこれ。いや楽しかった。大忙しだったもん。大忙しで楽しかった。2人同時に返したし。これもぜひね皆さん家族とかお友達とやってみてはいかがでしょうか。はい。皆さんもお好きなうさがないも作ってみてくださいね。何でもいいんです。うさぎじゃなければ。そう。うさぎの下に何かがいれば何でもいいらしいよ。うさぎじゃなければいい。